皆さんこんにちは。今日は俳句についてお話をしてみたいと思っております。本日放送のプレバトで、俳句を一句作りましたので、そちらを振り返ってみたいと思います。お題はきのこの山たけのこの里でした。そこで僕が読んだ句がこちらです。どちらとも言えないに丸双葉かな。どちらとも言えないに丸双葉かな。でこれはどんな気持ちで読んだかと言いますと、アンケートがありますね。質問があってはいかいいえで答えるアンケートがあるんですが、昔僕が働いてた薬局でこんな質問がありました。ジェネリック医薬品をご希望ですか？で選択肢ははいかいいえかどちらとも言えないとありました。でこのどちらとも言えないっていう選択肢が僕はすごく面白いなと思いましたね。答えを持っている人にとってははいかいいえかすぐ選べますが、質問の意図がわからない時とか即決できない時はどちらとも言えないという新しい選択肢が僕はすごくいいなと思いました。牛丼屋さんのお話に似てますよね。並盛りと大盛りとありまして、この2つだけだと並盛りを選ぶ人が多いらしいんですよ。でも特盛りという選択肢があることで、特盛り自体がそんなに売れないけれど大盛りを頼む人が増えてくるみたいです。今回はタイトル戦だったので、お題がきのこの山たけのこの里できて、チョコレートに関して読むのはちょっと味気ないかなと思いまして、きのこの山派かたけのこの里かで分かれているようなその状態についてちょっと読んでみたいなと思いました。でも添削は本当に夏井先生の通りで、やっぱり語順を変えて双葉かなで英単するのではなくて、双葉の様子を描写するのがいいのかなと思いました。それも一つ考えておいたんですよ。中七下五にどちらとも言えないに丸を持ってきて、上五に双葉を使った言葉を入れてみる。その時僕が思いついたのが双葉伊豆だったんですね。双葉が芽吹いてくる、出てくるにつで伊豆、双葉伊豆どちらとも言えないに丸という俳句を読んでみたんですが、なんかちょっとしっくりこなくて、伊豆という言葉が双葉とちょっと合ってないかなという感じがありました。音的にも双葉 is どちらとも言えないに丸って感じで、ちょっと英語みたいですよね。だからちょっと違うかなって思って、ちょっとしっくりこなかったですね。で正解はもゆでしたね。双葉もゆどちらとも言えないに丸、これがもう本当に正解でしたね。なんでこれは僕は思いつかなかったんだろう。いや勉強になりました。今回のきのこの山たけのこの里のお題で、僕は先ほどの双葉の俳句以外にも何種類か句を読んでみました。そこから今日は2つ皆さんにご紹介したいと思います。では1つ目の句はこちらです。うすらいや初告白はオンライン。うすらいや初告白はオンライン。これは純粋にチョコレートに関する俳句で、時期的にもバレンタインをちょっと意識して読んでみました。女性的にもオンラインでのやり取りが増えてきたので、初めての告白がオンラインの方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、うすらいという季語と一緒に読んでみました。でこのうすらいっていう薄い氷ですね、このイメージがその告白の緊張感とちょっと重なっていいかなと思いました。あとはこのオンラインの画面ですね。この画面越しのやり取りがちょっと薄らいっていうイメージを彷彿させていいんじゃないかなと思いました。では次の俳句を紹介します。一言で終わる挨拶忘れなぐさ。一言で終わる挨拶忘れなぐさ。これはもう本当に忘れなぐさが主役となっている、とても分かりやすい俳句だと思います。この俳句はですね、松岡さんに LINE で送ってみました。松岡さん、こういう俳句ができました、どうですかって。そしたら目頭が熱くなったっていうね、ありがたいお返事をいただきました。これは僕の実体験なんですけれど、好きな人がいまして、その人と初めましての時はすごく喋るんですね。でも時間が経ってくるとどんどん会話もなくなってきまして、なんて話しかけようかなとか考えるようになってきて、でも知り合いなのですれ違う時におはようって言ってくれたりして、その一言がすごく胸に残ったりするもので、僕はその時の気持ちを読みましたね。たくさんいろんな会話をした思い出よりも一言の挨拶とかの方が胸に残っていることとかってありますよね。
でこの忘れなぐさっていう言葉が、5音なんですけれど下五にわざと入れましてちょっと字余りにしまして余韻を持たせてみました。はい、今日の動画はここまでになります。いや振り返ってみましたけど俳句って面白いですね。なんか日記のようで芸術品のようで身近なようですごく遠い存在のようですごく奥が深いものだと思います。過去のお題に関しましてもたくさんの種類の俳句を読んできましたので、この動画の反応が良ければそちらも紹介していきたいと思っております。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。